お前らには想像もつかないだろうけど、俺の子供の頃はさ、高度成長期前で日本中がまだまだ貧しかったんだよ。継ぎはぎした服なんか普通に着てたし、卵なんかごちそうだったよ。信じられんかもしれんけど、田舎の八百屋じゃバナナが高級品でな、一本ずつバラ売りしてたんだぞ。みんな貧しかったんだけど、そういう中でもやっぱり、もっと貧乏な奴がいるもんでさ、俺の友達に勝則って奴がいてさ、そいつんち父ちゃんいなくって、母ちゃんが一人で頑張って勝則と妹と二人の子供を育ててたんだ。ある日、勝則の家へ遊びに行ったらさ、奴の母ちゃん仕事が休みだったみたいで、家にいてさ、息子が友達連れてきたってんで、おやつあげるから待ってなって言うんだ。その頃世間では粉末ジュースというのが流行っててさ、袋に入った粉を水で割るとジュースになるっていう商品なんだけど、安いし甘いし、大人にも子供にも大人気だったんだ。子供が学校でテレビのコマーシャルの真似して、ほほいのほいでも一杯、渡辺のジュースの素ですもう一杯、なんて歌ってたもんだ。俺は当然そういうのが出てくるもんだとばっかり思って期待してたんだ。ところが、カスノリの母ちゃんがお盆に乗せて持ってきたのは、スルメと水の入った二つの湯飲みだったんだよ。母ちゃんニコニコしながら、甘いからはよ飲みって言うんだ。甘いってなんだろうと思って、湯飲みに口をつけると、うっすら甘いんだこれが。砂糖水だったんだよ。勝則の母ちゃんとしては精一杯奮発したんだろうけど、俺はかな文化よ、と思ったよ。もちろん顔には出さなかったよ。だって、勝則のうちが貧乏だって知ってたし、勝則の母ちゃんが工場の仕事で頑張ってることもよく知ってたからな。で、砂糖水をちびちび飲んでると、隣の部屋から勝則の三つ下の妹がこっち見てるのに気がついたんだ。なんか、この砂糖水を飲みたがってるみたいに見えたんだよ。だから俺、こっちおいで、一緒に飲もうって誘ったんだ。勝則は、妹の分は別にあるからと言ったんだけど、俺がそれほどありがたがって飲んでないものを、この妹は飲みたがってるんだなと思うと、すげえ申し訳ない気持ちになってな。結局三人で二つの湯飲みから砂糖水を分け合って飲んだんだ。ところで、それから何年も経って、その粉ジュースの会社な、倒産しちまったんだよ。安く売るためにチクロだかサッカリンだか人工甘味料を使っててな。それが健康に良くないってことで、国内での使用が禁止されちゃったんだな。だから、勝則の母ちゃんの砂糖水の方が、本当は健康に良かったってわけさ。勝則はさ、頭良かったんだけど、高校へは進学せずに、中学卒業した後、町内の大工の家で、鳶の見習いの仕事に就いたんだ。勝則の母ちゃんは、勝則が中学出た1年後に、過労が元で仕事先で倒れてさ、そのままあっけなく死んじまったよ。勝則は本当に偉いやつでさ、母ちゃんが死んだ後、
見習いの少ない給料で妹を高校へ通わせてやって、おまけに嫁にまで出してやったんだぜ。妹は勝則の仕事仲間のトビと結婚したんだ。この妹がさ、大人になったらすげえ美人になっちまってさ、俺は砂糖水分けてやった時に、もっと餌付けしてつばつけときゃよかったなぁと、後になって後悔したよ。俺はその後故郷を出て東京の大学に入ってさ、いろいろとすごい人とか偉い人とかに何人も会ったけど、今でも一番尊敬できる人はってもし聞かれたら、この勝則の顔が一番に思い浮かぶんだ。